湖の宝石とも称される美しさを持つ魚、ミヤベイワナ。準絶滅危惧種に指定され、世界でもある湖にしかいないとても貴重な魚です。世界で唯一ミヤベイワナが生息するのが北海道然別湖。今回は春の然別湖でミヤベイワナに出会います。然別湖での釣りは普段は禁止ですが、春と秋の年2回個体数の調査を目的に期間と人数を制限して特別に解禁しています。ホームページなどから事前申し込みをし、当日は受付で遊漁料の支払いと資源調査票を受け取ります。そしてレンタルボートを借りて湖へ繰り出します。また貴重なミヤベイワナと出会う前にレギュレーションを確認しましょう。ミヤベイワナはすべてリリース。針はシングルフックで返しのないまたは返しを潰したバーブレスに限ります。その他マナーと良識を持って釣りを楽しみます。6時30分実釣開始。まずはボート桟橋近くの岬から沖に向かってトローリングをすることに。ルアーは赤系 8g のスプーンをチョイス。ルアーをキャストした後、ボートを漕ぎ魚からの反応を待ちます。すると早速、お、来ました。来ました。来ました。速攻です。来ました。来ました。この辺います。おお、来ました。来ました。おお、きれいきれい。わあ、きれいです。わあ、きれいです。よいしょー。ありがとうございます。おー、きれい。姿を見せたのは体長25センチほどのミヤベイワナ。もともとは川にいるオショロコマだったミヤベイワナは、今から数万年前の火山活動によって湖に閉じ込められ、独自の進化を遂げました。その一つがこちら、胸びれです。体の大きさに比べて長いのがわかるでしょうか。ロングフィンと呼ばれ、広い湖を泳ぐために長く進化したと言われているんです。数万年かけて生まれたミヤベイワナは北海道の天然記念物になっています。ありがとう。魚と出会えたら調査票を記入。釣れた場所の番号を右枠のポイントに記入します。その他魚種や時間、どんなルアーだったか、魚の状態はきれい、傷がある、太っている、痩せているなどを記入します。ミヤベイワナは一つの場所で群れていることがあるため、当たりがあった周辺でもう一度トローリングをすることに。すると緩めておいたドラグが鳴り響きます。おお、速攻受けました。
綺麗ですね。綺麗です。おー、綺麗。姿を見せたのは輝く魚体が美しいミヤベイワナ。調査目的のため体長を測ります。スケールはしっかりと水に濡らし、ネットに入れたまま素早く計測。30センチ。水から上げる時間を極力少なくし、魚への負担を減らすようにします。然別湖では他にも色鮮やかなニジマスや銀色に輝くサクラマスなどとも出会うことができます。ポイントを移動し、岸際の木の下を攻めていきます。ルアーは落ちてくる虫を意識したシケイダー。すると画面中央から出てきたのは青く美しいミヤベイワナです。ルアーを小型のプラグに変えて巻いてくると、なんかでかいウグイがでかいウグイが釣れました。よいしょ。はい、ありがとう。はい、ありがとう。次は風の当たる岬にやってきました。11g のスプーンを巻いてくると、来ました。よいしょ、レインボー。いいですね。姿を見せたのは体長30センチほどのニジマス。然別湖では現在放流はされておらず、自然再生されたネイティブに出会うことができます。ありがとう。トローリングをしながら移動していると、重たい当たりに見舞われます。来ました。来ました。よいしょ。姿を見せたのはこの日最大40センチを超すミヤベイワナ。キャッチ&リリース効果で近年このサイズとも出会えるようになりました。ポイントを移動し、倒れた木の近くにルアーを沈め巻いてくると、よいしょ。
よ。グッドサイズ。姿を見せたのは体長40センチほどのサクラマス。然別湖ではミヤベイワナの次に多く生息している魚で、強いファイトと美しさで釣り人を楽しませてくれます。ミヤベイワナ、ニジマス、サクラマスと出会えたところで今回の釣りは終了。ありがとう。最後に調査票を受付に提出。どんな状況だったか報告します。改めて今回は春のファーストシーズンでの釣りでした。そして秋のセカンドシーズンも9月に開幕します。グレートフィッシング然別湖のホームページをご覧ください。ということでご覧いただきありがとうございました。これからもいろんなトラウト、いろんな釣りに挑戦していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。